こんにちは、アセンブリ TV です。今回は急遽になりますが、丸ノコ用のスライダーを制作しましたのでご紹介させていただきます。壁張り用に購入した 910×1820mm の合板を季節のチャンネルサポートの間隔に合わせてカットしなくてはいけないのですが、物が大きいのでガイドになるようなものが同じ合板をずらして重ねるぐらいしかありませんでした。これまではグレートツールのカッティングガイドを使用してましたが、有効最大幅が 910mm なので今回は全く足りませんでした。そこで購入したのがボラの WTX クランプエッジルーターガイド50インチと炎上用の WTX50 インチコネクタです。こちらになります。現在は2つをつなげている状態ですね。つなげると長さが100インチになりまして、2540mm になります。グレートトゥールのカッティングガイドとの被りを避けてこの長さになってしまったんですが、正直ちょっと長すぎたかなと感じています。これでガイドの用意はできたんですが、自分の技量的に押し当てて、切り進めるだけでは反対側に逸れていかないか不安がありました。そこで、ボラ純正の丸ノコガイドも購入してみました。こちらですね。こちらはルーラーガイドに載せるタイプになります。セッティングまではやってみたんですが、こういう感じですね。C5YB2 の最大切り込み 39.5mm が、丸ノコガイドに載せた時点で、15mm 弱ぐらいまで削られてしまうんですね。今回壁張り用に購入した合板の厚さが 15mm 強ぐらいありますので、今回の合板を切断するには心もとないということが判明しました。それじゃあということで、構想に半日、部品取り寄せに2日、製作に1日かけて用意したのがこちらという形になります。見ての通りかなり豪快な作りになっていますが、機能と精度はバッチリです。では制作シーンをまとめましたのでご覧ください。どうぞ。まずアルミの角棒を適度な長さにカットしていきます。手持ちで最も太いのが 10mm 角だったのですが、 12mm 角程度がベストだったかもしれません。切断面を整えておきます。この辺りの工程は適度な長さのカット済み角棒を調達すれば当然不要となります。丸ノコのベースにあったフッ素プレート固定用のネジ穴の間隔に合わせて毛書きを入れていきます。本来は平行ガイド用のスリットを活用したかったのですが、この C5YB2 は中古ということもあって標準品の平行ガイドが付属していませんでした。固定具合を試したく発注はしてみたのですが、取り寄せに時間がかかるようなので今回は採用を断念しました。毛書きに合わせて穴を開けていきます。今回は M5 ボルトを使用しますので、直径はギリの 5mm です。仕上げの面取りを行った後、軽くヤスリがけを行っておきました。ルーラーガイドと接する部分には滑りやすく耐摩耗性能に優れた超高分子量ポリエチレン樹脂を使用します。今回は形状的に都合の良い搬送ライン用のレールを使用しました。両面テープで貼り付けた後でアルミ角棒に合わせてカットします。
用意した特寸のワッシャーが一部箇所で大きすぎたので削っておきます。ガイドを挟み込むバー部分以外の材料はジョイント金具、特寸ワッシャー、平ワッシャー、丸型中空スペーサー、六角ボルト、六角ナットです。詳しくは概要欄に掲載しておきます。あとは一気に組み立てていきます。はい、使用パーツの選定がうまくはまれば加工工程はさらに減らせそうです。手持ちのアルミ棒を除く材料費は、税込みで2838円でした。安く、そして特価で作った割にはうまく機能してくれています。ガイド自体に精度的な揺らぎがありまして、主に幅の部分ですね。滑りが悪いところもあるんですが、これは、シリコンスプレーの塗布等で改善するのではないかと思っています。このガイドを挟み込む部分、こちらは調節が効きますので、例えば最初に出したグレートツールのカッティングガイド、こちらですね。こちらも挟み込む幅を調節することで、適用できます。高さの方も問題ありませんでした。今回は試作仕様なんですが、将来改良の機会があれば使用しているアルミ角棒の太さをもう少し太くしたり、固定に平行ガイド用のスリットを使うようにしたり、ガイドの挟み込む部分が少しの調節が少し手間なので、ノブですとかつまみネジを使うなど変更をしてみたいなと思っています。あとは見た目ももう少しなんとかしたいですね。これで安定的に切断できるようになったんですが、いかんせん丸ノコ作業というものに慣れていませんので、セッティング含めて時間がかかっちゃいますね。今回の動画はこれで以上となります。アセンブリ TV では引き続きものづくりに関するレビューですとか、今回のような DIY、そして CNC に関する動画等を撮影していきますので、高評価とチャンネル登録をしていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いいたします。次回は壁張り用合板の準備を進めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。